こんにちは、よもぎ屋の中村です。今日はですね、この墨壺自動巻きのやつですね、の使い方の説明をしたいと思います。これが僕が使っている、墨壺です。田島のパーフェクト墨壺ボムっていうやつですね。で、これのいいところはすごくちっちゃくて、あと、こういうふうに分解できるようになっているので、糸切れた時の交換が楽っていうのがいいところです。はい。で、使い方なんですが、まずこれを開けて、ここに墨を入れます。で、墨は建築用の墨っていうのがあるので、それを入れてください。今ちょっと薄いので入れます。で、ここに、こんな感じで、ちょっと入れます。で、これ使ってて、特に夏場とかすごい乾くんですよね。墨が乾いて線がつかなくなります。そしたらここに水を少し入れてください。で、墨打つ時なんですけども、こういうふうに伸ばしたままキュッて刺すと糸の場所が定まらないんですね。なのでこういうふうに先端1回2回と巻いてあげて、で、糸を印のところに、針で押さえつけるような感じでギュッと刺します。で、ここですね、ここのボタンを押すと糸に墨がつきやすくなるので、押さえて打ちたいところまで持っていって、こういう感じです。で、これで墨を打ちます。で、これ使っていると糸がですね摩耗して糸が切れてしまいます。こういうふうにバツンと切れてしまいます。糸が切れてしまったらこの中に糸がギューンと戻ってしまうので、そういう時はここを外して、糸巻きこの部分を出してあげます。で、糸を伸ばして戻します。この間とスポンジの間に切れ目があるので、その切れ目を通るようにの間に糸を通してあげます。入れたらこの赤いものをグッと戻して、これを戻して、本体の方はこれで終わりです。あとは糸を通します。この上に穴が開いていて、あとこっち側にも溝がついています。溝とここに穴が開いてます。上から入れてこの横の穴から糸を出して、この奥に糸を引っ掛けるという染め方になります。上から入れて横穴から糸を出します。はい、ここですね。で、この糸の端部を指に1回2回と巻きつけて、これをギューッと押してつまんでキュッとやります。するとこの団子ができます。裁縫の時に作ったエンドと同じですね。作った団子状のものをこの奥の方にですね引っ掛けてあげます。引っ掛けてギュッとやります。これで完成です。できたらこういうふうに巻いてあげると元通りという感じです。これで元に戻りました。で、きつければこういうふうに戻してあげます。あとですね、たまにこういうふうに4メーター先とかでこうやってパーって引っ張っていって、これ以上伸びないってなる時あるんですね。で、そういう時は糸が純粋に短いか、この巻きがきつすぎるかのどちらかです。で、巻きがきつい時はここをポチッと戻してください。こういうふうに。そしたらまた伸びるっていうことがよくあります。なのでもしもずっと伸ばしてって伸びない、引っかかったってなったら、ここですね、ここを戻してあげるということをするとまた伸びます。あと裏技的な使い方なんですけど、こういった墨差しもここを開けてですね、ここで墨付けするという方もいます。そうするとこういった木の、墨壺が全く使わないでもこれだけでも全部できると。以上が、簡単ではありますが墨壺の使い方でした。